子供がまたお寿司が食べたいって笑ってるのに、お父さんは笑わず、スマホの残高を見ているのだ。前に食べたサーモンがいいのか。少しだけ待っていてくれ。せっかくのお願いなのだ。週に一度くらい、家族で楽しんでもいいはずなのだ。その週に一度、月4回分にしてから言いなさい。現実は1食で終わらないわ。人数分を入れただけなのに、もう予定していた食費を超えそうだ。まだ注文を確定していないのに、どうしてこんなに苦しいのだ。商品だけを見て安心するからよ。税や手数料も最後まで確認しなさい。今月は請求が重なる。ここで使えば、給料日前がもっと長くなる。サーモンを選んだだけなのに、画面の下から費用が次々と出てくるのだ。表示された商品価格と実際に払う注文総額は同じものではないわ。持ち帰りなら減るか。いや、店まで行く時間と交通費も考えないと。食べたいものを決める前に、受け取り方で悩むなんて疲れるのだ。家族全員分なら1人分の小さな差も静かに大きな差へ変わるわ。今日は別の夕食にしよう。寿司はまた余裕がある日にしよう。断る声が優しいほど、お父さんが無理をしているとわかるのだ。好物が消えたのではないわ。家計の入り口から押し戻されたのよ。注文を取り消す。それだけだ。誰も泣かないし、騒ぎにもならない。だから余計に辛いのだ。小さな我慢が普通の夜として残るのだ。これは実在人物の告白ではなく、家計負担を描いた再現場面だわ。また今度と言ったけれど、その今度がいつなのか僕にもわからない。ところが日本のスーパーでは寿司が夕食の棚に並んでいるのだ。まだ救われた顔をしないことね。まずこの負担の仕組みを解剖するわ。値段だけではなく、なぜ選べなくなるのか、そこを知りたい。最初に対象を一つの国、一つの都市、一つの店舗形態へ限定するわ。海外という大きな言葉で全部を同じにしないためなのだ。使うのは確認できた公的統計と同じ時点の公式表示だけよ。ニュースで見た印象と実際の注文条件を混ぜてはいけないんだな。前年比と長期間の累積変化も別物よ。都合よく数字を膨らませないこと。値上がりの線を見るだけで注文画面を閉じた夜を思い出すのだ。けれど統計だけで寿司が原因だとは断定できない。それも重要だわ。数字は家族の気持ちを証明しない。でも負担の背景は見せてくれる。一回の食事が高いだけならたまの楽しみで済む気もするのだ。では家族人数分の標準的な注文例を公式メニューから組み立てるわ。豪華な品だけを選ばず、家族が普通に満足できる量で比べたい。同じ人数、近い品数、同じ注文形態、それが比較の最低条件よ。配達と持ち帰りを比べて安い高いと叫ぶのは雑すぎるのだ。店内飲食には店内の条件、配達には配達の追加費用があるわ。商品代の他に何が加わったか、一つずつ分ければ納得できる。納得はできても合計が増えるたびに声は小さくなるのだ。税、サービス料、配送料、確認できない費用は勝手に足さないこと。割引も同じだ。誰でも同じ条件で使えるのか、期限があるのかを見る。1回分の注文総額が出たら週1回、月4回として並べてみなさい。楽しみの数字が急に固定費みたいな顔で座っているのだ。毎回なら払えると思った額も1ヶ月分では別の支払いとぶつかる。そこで初めて家族の好物が調整対象になる理由が見えてくるわ。お父さんの判断が冷たいのではなく、入り口そのものが高いのだ。正確には高い可能性があるよ。調査した範囲を超えて断定しないこと。為替で換算するなら基準日も必要だ。数字は日によって変わる。所得や量や品質差を無視した単純な価格競争にも意味はないわ。寿司が贅沢なのではなく、選択肢の入り口が高いのかもしれないのだ。今日は別の夕食にしよう。次の給料が入ったらまた考えよう。責められていないのに言い訳だけが頭の中で増えていくのだ。親は支払いを見て、家族は食卓を見る。同じ夜でも景色が違うわ。誕生日に食べればいいと言われた。その気遣いが一番辛かった。好物を諦めただけなのに、どうして敗北イベントみたいになるのだ。子供の好物は家計簿では調整可能費。随分便利な言葉ね。節約できたはずなのに、家族から何かを取り上げた気分になる。誰も悪くないから怒りを向ける場所まで見つからないのだ。この親子の会話と感情は創作よ。実話として受け取らないでちょうだい。それでも支払いと楽しみを比べる疲れは現実の家計にあり得る。少量セットならどうだろう。だが家族全員には少なすぎる。安い候補を見つけても欲しい量と合わなければ選べないのだ。価格だけ低くても人数や品数が合わなければ解決にはならないわ。近くの店も探した。持ち帰りも見た。でも条件が少しずつ外れる。店を変え、量を変え、受け取り方を変えてまだ食べられないのだ。選択肢があるように見えて実際には家族の希望へ届かないのね。僕が欲しいのは豪華な盛り合わせじゃない。普
普通の夕食なんだ。普通を探すために何度も計算する時点でもう消耗しているのだ。貧しさを笑う場面ではないわ。選択肢の少なさが心を削る場面よ。注文を諦めればお金は残る。でも小さな約束だけが残ってしまう。日本へ来ても寿司は避けよう。旅行中の食費まで崩したくない。せっかく日本にいるのに注文場面の記憶が追いかけてくるのだ。一度贅沢しなと覚えたものは場所が変わっても警戒してしまうわ。家族には別の夕食を提案しよう。安く済む店を先に探すんだ。食べたいかどうかより怖くない価格かどうかが先になっているのだ。家計防衛としては合理的よ。でも楽しみを選ぶ余白は消えているわ。あの夜と同じ顔をしたくない。だから寿司の看板を見ないようにする。これは浪費癖の話でも食文化の優劣を決める話でもないのだ。確認するのはどんな入り口が用意され誰がそこへ入れるかよ。夕食を探して近くのスーパーへ行こう。必要なものだけ買えばいい。飲み物と惣菜を少し買おう。寿司売り場へ行くつもりはなかった。鮮魚売り場の隣を見てほしいのだ。そこに夕食候補が並んでいるのだ。待ってくれ。あの棚にあるのは全部寿司なのか。この店舗では取材日時点で複数の量と価格帯が確認できたわ。専門店でも祝宴会場でもない普通のスーパーの売り場なのか。大きな盛り合わせだけじゃないのだ。少量のパックも置いてあるのだ。これはパーティー用品売り場か、それとも特別な催しなのか。普通の晩ご飯なのだ。必要な分を選んでカゴへ入れればいいのだ。1店舗の品揃えを日本全国の標準だとは言わないでちょうだい。それでもこの棚に選択肢が存在することは目の前で確認できる。食べるか諦めるかではなく今日は何貫にするかを選べるのだ。量を減らしても寿司を食べるという約束までは消えないのか。一方日本では寿司が記念日から逃げ出していたわ。地獄の注文場面から夕食の棚へ一気に景色が変わったのだ。ここからは安さではなく販売網と購入単位の細かさを見るわよ。まずは1人前少量家族向け必要量に合わせた入り口があるわ。今日は3貫だけという小さな願いまで売り場が拾ってくれるのだ。家族全員が同じ量を食べる前提ではない。それだけで選びやすい。内容量と税込み表示は撮影日の店頭資料で確認する必要があるわ。大きなセットを買って余らせるか全部諦めるかの2択じゃないのだ。食べる人の数と空腹に合わせて支払う額も調整できるんなら最安値ではなく購入単位を刻めることがこの棚の強さなのよ。次は回転寿司なのだ。皿ごとに注文量を止められる仕組みなのだ。確認した公式メニューの範囲で皿単位や持ち帰りを比べるわ。家族セットを先に決めなくても食べる量を途中で調整できる。お腹と財布の両方に相談しながら次の皿を決められるのだ。サイドメニューも含めれば全員が同じ品を頼む必要もないわ。豪華さよりこの止められる仕組みの方が僕には驚きだ。ただし店舗や時間で条件は違うわ。公式情報の範囲を守りなさい。売り場によっては時間による見切り販売も選択肢になるのだ。実施時間や値引き率は店舗差が大きいわ。一般化は現金よ。いつでも同じ値段になる制度ではなくその場で確認する条件なんだ。半額シールを国民全員の権利みたいに語ってはいけないのだ。そうよ。公式に確認できた店舗と日時だけを画面へ示しなさい。時間まで選択肢になるなら予定を合わせられる家庭には助けになる。ただし消費期限も近いわ。価格だけ見ず食べきれる量を選ぶことね。値段の横に消費期限や原材料保存方法まで書かれている。アレルゲン表示も家族が購入を判断するための重要な情報だわ。安いから買うだけじゃなく食べられるかまで確かめられるのだ。鮮度や衛生管理は企業資料や行政基準に沿って説明しなさい。安いから危険とも絶対に安全とも簡単には断定できない。安心を大声で叫ぶより表示を読めることの方が大切なのだ。選択肢とは品数だけではないわ。判断材料があることも含むのよ。専門店、スーパー、回転寿司、持ち帰り、入り口が4方向にあるわ。日本人は寿司から国家規模で包囲されているみたいなのだ。僕が驚いたのが値札1枚じゃない。逃げ道まで寿司に繋がっている。逃げられないは比喩よ。実際には予算や量に応じて選べるということ。昨日は専門店、今日は3貫、明日は持ち帰り。怖いほど身近なのだ。寿司を食べるために特別な一日を用意しなくてもいいんだな。日本でも値上げはあるわ。それでも購入経路の厚さは別の論点よ。日本の異常性は最安値ではなく予算で入り口を変えられることよ。食べるかゼロかではなくどこでどれだけ買うかを選べるのだ。外食や配達しか見ていなかった僕にはその細かさが見えていなかった。海外側も日本側も確認した都市と店舗と日時の範囲だけで比べるわ。国全体の勝ち負けにするとせっかくの違いが雑に消えるのだ。為替、所得、商品量、品質差を無視した順位表は作らないことね。同じ寿司という名前でも買い方と一食の組み立て方が違う。家計を救うのは安い一品ではなく細かな選択肢かもしれないわ。断定ではなく今回の売り場で確認できた答えとして受け取るのだ。
国してまた寿司を頼まれた。僕は同じ注文画面を開いている。日本の少量パックを知った後では、この入り口がさらに重く見えるのだ。食べたい量ではなく用意された単位から選ぶしかない。日本の売り場を知ったからこそ選べない不便まで見えてしまったわ。日本が常に安いとは思わない。でもあの棚には別の答えがあった。思い出したのは寿司の味より諦めなくてよかった感覚なのだ。あなたが欲しかったのは豪華な夕食ではなく調整できる日常よ。今日は注文しない。でも次は家族と別の方法を探してみる。選択肢の不足を個人の失敗にせず仕組みとして見ることが出発点だわ。僕は日本のぬるま湯から出たくないのだ。ここで暮らすのだ。売り場の前に住むつもりかしら。店員さんが一番困る依存者ね。半額シールの時間まで寿司パックを見守る使命があるのだ。あなたが依存したのは寿司ではなく選べる日常よ。選べることが当たり前ならその価値にはなかなか気づけない。失ってからわかる前に3貫だけでも大切に味わうのだ。安い国という結論で終わらせず入り口の多さを覚えておきなさい。次回は海外で家族のお出かけが高級イベントへ変わる瞬間よ。次の地獄へ行く前に今日は寿司パックに保護されるのだ。具体的な国や価格は調査が終わるまで勝手に断定しないわ。家族の普通が消える仕組みを次も一緒に見届けるのだ。世界の残酷な現実と日本の異常な日常を見届けたい人はチャンネル登録しておきなさい。